突然ですが、あなたの心に深く突き刺さる事実をお伝えします。女性が本気で他の女に取られたくない時、無意識に出す最強のサインは、突然何の脈絡もなくあなたを突き放すような冷酷な態度を取ることなのです。これを聞いて、なぜそれが嫉妬なのか、嫌われたのではないかと戸惑いましたか？嫉妬とは決して負の感情ではありません。それは独占欲という名の生存戦略としての前哨人なのです。この動画を最後まで見れば、あなたは女性の嫉妬という複雑な感情を完全に読み解き、振り回される側から圧倒的な余裕で包み込む側へと劇的に変わる最強の武器を手にします。ここから女性が無意識に出す嫉妬サイン10選をランキング形式で解き明かしていきます。まずは第10位の発表の前に少しだけ、マジ恋研究所がお送りするこの時間、あなたの恋愛の常識が根底から覆る体験をお約束します。それでは第10位です。想像してみてください。職場の飲み会やふとした雑談の帰り道、夜風に当たりながらあなたがポロッとこぼした。そういえば来週の木曜日は日帰りで出張なんだよね、朝早いから嫌だな、という名に気ない一言。あなた自身も翌日には忘れてしまうような本当に些細な日常の1コマです。しかしそれから数日後、別の話題で話している最中に彼女が極めて自然な口調で、ああ、でも木曜日は出張で朝早いから無理しないでくださいね、とあなたの予定を恐ろしいほど正確に把握し、気遣いの言葉として投げかけてくる。そんな記憶力の良さにハッとさせられた経験はありませんか？これが第10位、あなたの予定の恐れるべき暗記です。なぜ女性はあなたが発した些細な情報をここまで細かく記憶しているのでしょうか？これは社会心理学者ラスボルトラが提唱した投資モデルにおけるリソース投資というメカニズムで説明できます。人間は相手の予定や好みを暗記するという目に見えない認知コストをかけるほど、その相手に対するコミットメント、つまり関係を維持しようとする執着が強固になります。彼女があなたの情報を記憶しているのは、それだけあなたに脳内の時間というリソースを投資し、他の誰にも渡したくないと本能レベルで感じている証拠なのです。もし彼女があなたの些細な予定を覚えていたら、重いと怖がるのではなく、僕のためにそこまで気にかけてくれてありがとうと素直に感謝を伝えてみてください。それだけで彼女の心は深く満たされます。続いて第9位、おしゃれなカフェで向かい合い、美味しいコーヒーを飲みながら2人で楽しく談笑している最中、先ほどまであんなに笑顔だった彼女の表情がふっと曇り、視線をテーブルの端に落としながら、急にトーンが落ちた声で、どうせ私なんて全然可愛くないし、あなたに釣り合ってないよね、と場違いなほど深刻な弱音をこぼす瞬間、突然重くなった空気にあなたは一瞬言葉を失い、どう反応していいか困惑したことはありませんか？これが第9位、突然の深い自虐と弱音のトロです。実はこれ、あなたへの強力なアピールなのです。心理学者である相川原が研究した自己開示のメカニズムによれば、人は自分の深く傷つきやすい部分を打ち明けることで、相手からも同等の深いつながりや慰めを引き出そうとする偏方性が働きます。女性が自分の弱い部分を唐突にさらけ出すのは、あなたに対する絶対的な信頼の証拠です。さらに、この私なんてという弱音は、99% の男性が無意識に持っている。自分より弱い存在を守りたい、あるいは支配したいという本能を異常なまでに刺激する高度な戦略なのです。彼女が自虐的になった時は、理屈で否定したり解決策をアドバイスするのではなく、ただ目を見て、そんなことないよ、僕はそのままの君が一番魅力的だと思うよ、と優しく全肯定してあげてください。第8位、休日に部屋でくつろぎながらテレビを見ている時や、デートで賑やかな街を歩いている時、あなたがふと画面や通りすがりを見て、あの女優さん、すごく綺麗だね、と何の気なしに他の女性を褒めた瞬間、空気が一変し、彼女が、そうかな、でもあの人、裏では性格きつそうじゃない、絶対友達いないタイプだよ、などと間髪入れずに、しかも少しトゲのある否定的な言葉をかぶせてくる。そんなピリッとした緊張感を味わったことはありませんか？これが第8位、他の女性への秒速カウンターです。なぜ彼女は即座に他の女性を否定するのでしょうか？これは心理学者フェスティンガーが提唱した社会的比較理論で明確に説明できます。人間は常に他者と自分を比較することで自己の立ち位置や評価を確認します。あなたが他の女性を褒めるという行為は、
彼女にとって自分の存在価値や自尊感情への強烈な脅威となります。そのため瞬時に相手の価値を下げて自分を優位に保ち、あなたにとって自分こそが唯一無二の存在であるとあなたの脳に強制的に刻み込もうとしているのです。このカウンターが飛んできた時は決してムキになって反論せず、確かにそうかもしれないね、でも僕にとっては君の方がずっと可愛いけどねとさらりと伝えてみてください。彼女の心の底にある不安は一瞬で安心感に変わります。第7位、あなたが昔から大切にしている趣味や学生時代からずっと聴いているお気に入りの音楽の話をした時、彼女は「へえ、それもいいけどこっちのバンドの方が絶対感動するよ、明日一緒に聴こうよ」と彼女自身のお気に入りを極めて強引に進めてきて、あなたの好みを自分の色に塗り替えようとする。少し押し付けがましいと感じながらも断りきれなかった経験はありませんか？これが第7位、過去の記憶と好みの強制的な上書きです。これは単なるわがままや自己中心的な行動ではありません。心理学者アーロン夫妻が提唱した自己拡張という非常に重要な心理プロセスです。彼女はあなたの価値観の中に自分の価値観を無理やりにでも取り込ませることで、自己のアイデンティティをあなたと完全に融合させようとしているのです。このプロセスは脳の報酬系を激しく刺激し、ドーパミンを大量に分泌させます。彼女はあなたと価値観を共有し、あなたの過去を上書きすることで新しい自分に生まれ変わったような圧倒的な快感を得ているのです。彼女が何かを強く進めてきたら否定から入るのではなく、まずは一度受け入れて一緒に楽しんでみてください。2人の絆はあなたが想像する以上に信じられないほど深まります。第6位、あなたがソファでくつろぎながらスマホの画面をスクロールしていると、不意に彼女が隣に座り「何見てるの？面白いの？」と覗き込んでくる。その時肩と肩がぴったりと触れ合い、彼女の髪から漂うシャンプーの香りや香水の匂いが直に届くほど不自然なまでに距離が近い。心臓の鼓動が速くなるようなその距離感に思わずドキッとしたことはありませんか？これが第6位、密接距離への不自然な侵入です。文化人類学者エドワード・ホールは人間のパーソナルスペースにおいて0から45センチの範囲を密接距離と定義しました。ここは恋人や家族など極めて親密な人しか入れない絶対的な神聖領域です。女性が自らこの距離を大胆に詰めてくるのは単なるスキンシップではありません。あなたを自らの縄張りに完全に囲い込み、他の女性を物理的そして心理的に徹底的に排除しようとする強烈なマーキング行動なのです。この時は照れ隠しで距離を空けたり避けたりせず、そのままの距離をゆったりと受け入れて彼女にあなたの体温と鼓動を感じさせてあげてください。さて、ここで少しブレイクです。あなたの恋愛運を今日この瞬間から劇的に引き上げる特別なおまじないをお伝えします。この動画のコメント欄に最高の出会いを引き寄せると書き込んでみてください。言葉にして外部に出力することであなたの潜在意識が確実に書き換わり、内に秘めた魅力がさらに引き出されるはずです。ぜひ今すぐ書き込んで未来を変える第一歩を踏み出してみてくださいね。それでは後半戦、さらに深層心理へと迫る第5位です。せっかくの休日にあなたが一人で趣味の買い物に出かけようと準備をしていると、彼女が洗面所のドアの隙間から「今日はどこに行くの？誰と会うの？何時くらいに帰ってくる？」と世間話の明るいトーンを装いながらも、まるで取り調べのようにあなたの行動履歴や交友関係を執拗に探ろうとする。心配してくれているのか、それとも疑われているのか分からず、少し息苦しさを感じたことはありませんか？これが第5位、人間関係に対する過剰な監視と探りです。これは進化心理学者である長谷川らの研究に明確に示されている配偶者防衛行動そのものです。人類の長い歴史の中で女性にとってパートナーが他の女性のもとへ去ることは情緒的にも経済的にも支援を失う、生存に関わる重大な危機でした。だからこそ相手の時間や予定という限られたリソースを監視し、他者を徹底的に排除しようとするサバイバルジェラシーが本能レベルで DNA に組み込まれているのです。彼女が探りを入れてきた時は面倒くさがって曖昧に答えるのではなく、聞かれる前にあなたの方から「今日はいつものカフェに行って夕方には帰るよ」と詳細を自発的に共有してあげてください。それが彼女にとって何よりの安定剤になります。第4位、あなたが職場で理不尽な上司に怒られたり、人間関係でトラブルに巻き込まれたりして
疲れ果てて少しだけ愚痴をこぼした時、あなたが期待していた慰めの言葉を通り越し、あなた以上に彼女が顔を真っ赤にして激怒し、そんなのおかしい、ひどすぎると、まるで自分自身が直接傷つけられたかのように涙目になって怒り狂う。その予想外の熱量に圧倒され、逆にあなたが彼女をなだめる側に回ってしまったことはありませんか？これが第4位、感情の境界線が消える過剰な同調です。これは心理学者ボールビーが提唱した愛着理論における不安型の愛着スタイルに見られる顕著な特徴です。彼女はあなたへの強い依存心からあなたと自分を隔てる心の境界線を完全に溶かし、精神的に一体化しようとしています。あなたの悲しみや怒りを自分自身の痛みとしてリアルに感じ取り、過剰に怒ることで2人の間に壁が存在しないこと、そして深く愛し合っていることを再確認しようとしているのです。こんな時は引いてしまうのではなく、自分のためにここまで本気で怒ってくれて本当に嬉しいよ、ありがとうと、彼女の愛の深さを正面からしっかりと受け止めてあげてください。ここから先はいよいよ人間の本能の奥深く、ドロドロとした深層心理の領域に入ります。心の準備はいいですか？第3位、他の女性と絶対に LINE をしてはいけない。会社の飲み会に行くときは必ず参加者の写真を送る。休みの日は必ず一緒に過ごすなど、最初は小さなわがままだった彼女の嫉妬ベースの要求がいつの間にか2人の関係を縛る絶対的な法律になっている。自分がまるで監視カメラの下で生きているように縛られていると感じたことはありませんか？これが第3位、嫉妬を理由にした謎のマイルールと束縛の正当化です。なぜ彼女はこれほどまでに厳しいルールであなたを縛り付けようとするのでしょうか？これは自己肯定感の低さから来る承認欲求の外部委託という恐ろしいメカニズムです。自分自身の存在価値に確信が持てないため、あなたを制限し束縛するという狂気じみた行動を通してしか自分が愛されているという正気を確認できない再確認傾向のループに完全に陥っているのです。この息の詰まる束縛から抜け出すには単にルールを守るだけでは不十分です。ルールなど全く不要になるほど、日頃から君が一番大切だという愛情表現を惜しみなく行うことが重要です。彼女の内面で枯渇している不安を根本から満たすことが唯一の解決策となります。第2位、昨日まではあんなに笑顔で甘えてきて愛の言葉をささやき合っていたのに、今日になったら急に LINE の返信が極端に遅くなり、会っても目を合わせず明らかに氷のように冷たい態度をとる。あなたが焦って「俺何か怒らせるようなことした、どうしたの?」とおろおろしながら聞く姿を彼女は冷めた目で引き出そうとする。理由のわからない気分の急降下に振り回され、精神的に疲弊しきってしまったことはありませんか？これが第2位、突然の冷たい態度による究極の試し行動です。これは終わりのない共依存の罠です。彼女はあなたの不安がり、焦る反応を見ることでしか自分が見捨てられていないという自己価値を実感できない負のループに入っています。ここであなたが慌ててご機嫌取りをしてしまうと、彼女はもっと強い不安を与えなければ愛を確認できないと学習し、態度はさらにエスカレートしてしまいます。この地獄のループを断ち切るには、臨床心理学で強く推奨されるマインドフルネスの視点が不可欠です。彼女の冷たい態度に過剰に反応して自分の心を乱すのではなく、今は彼女の心の中に嵐が吹いている状態なんだなとありのままを受け流し、決して動じない静かな自信を見せること。それが結果的に彼女を本当の意味で安心させ救うことになるのです。そして栄えある第1位、あなたの休日の時間、仕事中の思考、そして心の奥底の全てを自分という存在が独占していないと絶対に気が済まない。彼女自身があなたの人生における唯一の正解になるよう、あらゆる手段と感情を使ってあなたを完全に包み込もうとする。その圧倒的で重すぎる執着に時に恐怖すら覚えたことはありませんか？これが第1位、存在そのものを支配しようとする絶対的独占です。冒頭でお伝えした通り、この壮絶な嫉妬は決して負の感情などではありません。相手の脳内リソースを完全に占拠し、自分という存在を全肯定させるための女性の命がけの生存戦略なのです。彼女がそこまで異常なまでにあなたに執着し、心をかき乱されるのは、あなたにそれだけの抗いがたい魅力と男としての絶対的な価値があるからです。これを知ったあなたはもう、彼女の理不尽な機嫌や嫉妬に怯えたり、反応がないと見捨てられるのではないかと一喜一憂したりする。
自己否定の檻からは完全に抜け出しています。相手の嫉妬サインを彼女の脳内システムで起きている一つの自然現象として冷徹に構造を理解しつつ、依存してしまった自分自身を責めず優しく受け入れるセルフコンパッションを持つことで、あなたは内側から湧き上がる圧倒的な余裕を手に入れたはずです。彼女の嫉妬という狂気をいじらしい愛おしさとしてすっぽりと包み込める、真に器の大きい魅力的な男になってください。いかがだったでしょうか。今回お話しした内容は世間にあふれる表面的な恋愛テクニックや小手先の駆け引きではありません。人間の根源的な心理と脳科学に基づいた揺るぎない心理です。この構造を理解すれば、あなたの恋愛は今日から劇的に変わります。これからもマジ恋研究所では、あなたの恋愛を心理学の力で根底からアップデートする他では聞けない情報を発信していきます。今日の動画が少しでも役に立った、面白かった、新しい発見があったという方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あなたの恋が圧倒的な自信に満ちた最高のものになりますように。